ロワール地方にあるミニシャトーへ行ってきました。ハロウィンの季節だったので、ハロウィン用の装飾がいっぱいありました。チケット売り場の人も仮装していました。フランスでは日本やアメリカほどハロウィンは盛り上がらないのですが、最近ではハロウィンのイベントが増えてきました。フェイスペインティングには大行列ができていました。写真撮影の時にフランス語ではウィスティティと言います。ウィスティティとは猿の種類の名前です。このミニシャトーではロワール地方の代表的な城をミニチュアサイズで一挙に見ることができます。ロワール川流域には300以上の城があるそうです。このミニシャトーにはそのうちの代表的な41の城が作られているのです。ロワール渓谷は2000年から世界遺産に登録されています。その中で一番有名なのはシャンボール城ではないでしょうか。シュベルニー城はタンタンの漫画に出てきたことで知られています。タンタンとはベルギーの漫画家エルジェの作品で、フランスでは大人から子供まで知らない人はいないと思われる漫画なのです。こちらは11世紀に建てられた正門城です。こちらはバランセ城です。バランセという名を聞いてチーズを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。このバランセチーズはもともとピラミッドの形をしていたのですが、エジプト遠征に失敗したナポレオンの怒りを買って切り落とされたという逸話が残されています。フランスで最も美しい村の一つであるモントレゾーにある城です。長い歴史を有する美しき城、シュノンソーです。文献に登場するのは11世紀ですが、邸宅としては13世紀頃から記録が残されています。アゼル・リド城はフランソワ一世の時代1518年から1527年の間に建てられました。ユセ城はシャルル・ペローの童話眠れる森の美女の舞台になった城です。城内には眠れる森の美女にちなんだ展示があります。シャルル7世からフランソワ1世まで、すべてのフランス王がアンボワーズ城に滞在しました。アンボワーズ城の最盛期、フランソワ1世によってイタリアからレオナルド・ダ・ヴィンチが招かれました。この城の敷地内にある礼拝堂にレオナルド・ダ・ヴィンチは埋葬されています。フランソワ一世は当時
63歳だったレオナルド・ダ・ヴィンチに潤沢な資金を与えて芸術活動を支援しました。レオナルド・ダ・ヴィンチはアンボワーズ城から500メートルほど離れたクロ・リュセ城を与えられ、1516年から息を引き取る1519年までこの館で過ごしました。フランス式庭園の素晴らしさが有名なヴィランドリー城です。野菜で作られた幾何学的なモチーフの菜園など、エリアによってテーマが作られています。こちらはアンジェ城です。ミニシャトーへの行き方については動画の詳細欄に記載しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と通知ボタン、ベルマークをオンにしていただけましたら嬉しいです。